Hello everyone, this is Kalin's channel. 本日はシンガポール HDB のインスタ映えスポットっていうの、シンガポールのあちこちにある HDB の撮影スポットを回ってきたので、まとめガイドとしてご紹介いたします。HDB っていう言葉はよく出てくると思いますが、HDB は Housing Development Board の略です。公共団地ですね。シンガポールの国民を対象としているので、外国人は買えないんですけど借りることはできます。 HDB の賃貸料金はコンドミニアムよりもお手頃で、1階にはホーカーセンター、クリニック、スーパーなどがあったりして、コミュニティがもうできてます。特にお年寄りの方だったり HDB 付近でよく見かけると思います。でこの動画ね、撮ったんだけどなぜかデータが消えてた多分私が犯人、多分間違えて消しちゃったんだと思うけど、どんだけ大学でバックアップって学んできたのか先生泣くわ。それは置いといて、そんな公共住宅でも映えるところ映えるって言葉あんまり使いたくないんだけど、フォロジーニックでアスタリックスなところをシンガポールの西から東まで回ってきたのでまとめてご紹介します。まず一つ目、こちらはかなり有名です。地元の方なら多分誰でも知っていると思うんですけど、Block 418 Tampines Street 41にあるテレビのテストスクリーンがペイントされている HDB です。タンプニーズといえばレトロなものがあるって有名なんですけど、まさにそれにぴったりだなって思いました。で、こちらのペンキは10ブロックの公共団地に塗られてるんですけど、団地によってはちょっと色味が変わってたり、あと回数によっても写真撮る時の写りが変わります。このテレビスクリーンのデザインってお家のど真ん中にボーンってあるんですね。なので綺麗に収めるためにはこう真正面に立って平行にカメラまたは携帯を持った方がいいんですけど、それがなかなか難しくてちょうど真ん中に行く廊下っていうの、それがなくて、お家に住んでる人だったらまあいいけど、私みたいに外から来た人はテレビスクリーンと真正面に立つことがかなり難しいんですね。でも6階にちょうど廊下があることが分かりました6階に行くと真ん中に廊下があるので、真ん中ら辺に立ってこうやって垂直平行に持つとなんとか写真が撮れます。やっぱりドローンとかあった方が一番綺麗にパシッとまっすぐの直線も映るんですけど、はい、6階の廊下がおすすめです2つ目の変わった HDB デザインはセラギーハウスというところにあります。こちらはムスタファセンターの近くにもあるので、ぜひムスタファにも行ってみてください。ご覧の通りシンガポールの旗がわーっと飾られてるんですけど、独立記念日8月9日のために皆さんが飾っていました。なので8月が一番盛り上がる時期かなと、旗なしでもかなり統一感があって面白い写真が撮れると思います。20階建てのブロックが1つと10階建てのブロックが2つあって、私はその反対側に立って両方撮りました。20階建ての方が遠いからもっとグッとした写真が撮れるかなって思います。私の建物を撮る時のコツは、ちょっとズームして直線を合わせてまっすぐ平行な写真を撮ることですカメラなくても全然大丈夫。こちらの HDB は1963年に設立されたため、当時はかなり身長が高い HDB でした。来年の独立記念日までにはいいレンズを買ってカメラでギュッとズームした写真撮りたいです3つ目はまたタンプニーズで Block 497 Tampines Street 45。こちらはメディアコープのドラマの撮影現場としても使われていたため、現地の方の間ではまあまあ知られている HDB です。ものすごいインパクトのある建物ですよね。公共住宅というより大学って私は思いました太い柱、変わった角度の設計、下から見上げるととても迫力があってお家とは思えない。私が行った時はバスケットボールコートが立ち入り禁止になってたので、残念ながら理想の写真は撮れなかったんですけど、もし皆さんが行く頃空いてたら真ん中に立って下からぐっと見上げる
ように写真を撮ると迫力のある感じで写ると思うので、語彙力ないから全然説明できない。とにかく下からのアングルだとインパクト大なので、ぜひ試してみてください。そして次は All the way to the west、 西に行きます。 TechY Ave Block 1、 こちらもまたアーティスティックな HDB になってます。モダンアートといえばピート・モンドリアンのコンポジションですね。それがまさに再現されている。再現っていうかもうそのまんまですねいや HDB でこんな芸術的な作品が塗ってくるとはね。塗ってもらうこちらは2018年にデザインが塗り替えられたので、最近かな。割とおしゃれな感じが HDB っぽくないなと思います。でもこれも写真がちょっと難しくって、何このポーズ写真がちょっと難しくって、回数の中より外側の方がそのコンポジションって感じだから、外側のデザインを平行に写すためには同じレベル高さに上がらないといけないんですけど、それがなくて、全部建物こうやって並んでてこっち向いてるからこっちの壁は撮れないんですね。平行に撮った写真はそんなにモダンアートって感じじゃないけど、青赤黄色の配色で、それっぽいっちゃそれっぽい写真が撮れますそして次もウエストの方にある Block 63から66にあるユン・クワング・ロードの HDB です。こちらはひし形の設計でとてもユニークです。中はコートヤードになっていて、ちょっとしたスポーツもできそうだけどするほどスペースはないかなっていう感じでした。前は住宅とお店が融合していた建物だったらしいんですけど、現在は外国人労働者の一時的な住宅として使われているので、住居民を追い出している途中だそうです。よくわかんないけど結構ガラガラでした。私が行った時は狭まる感じ、ちょっと窮屈で圧縮されてる感じが香港のモンスタービルディングに似てるなって思いました。香港のモンスタービルディングも私が香港に住んでた頃結構近所で、引っ越しちゃう前ギリギリに知って GoPro 持って Vlog 撮った記憶があります。なのでそちらの貴重な動画もぜひ見てみてくださいそれよりかは整ってるっていうのは直線だからクリーンなんですけど、ちょっと息が詰まる雰囲気は似てます。こうやって撮るとそのひし形のフレームの中に空を収めることができるので、またユニークな写真が撮れます。そして最後は Block 68 Circuit Road にある HDB です。こちらはとにかくカラフルで万華鏡みたいだなと思いましたHDB の色使いって1色か2色、しかも似た色が多いので、このようにカラフルで鮮やかな建物はなかなかないんですね。こちらのデザインもモダン感があるっていうか、コンテンポラリーミュージアム、美術館を思い出します。まさに南国って感じ望遠レンズがないと建物の写真撮るの難しいよね。私も頑張ってたんだけど、三角がいっぱいある写真かわいい以上でシンガポール中回って撮ってきた写真映えする HDB ご紹介でした。他にももちろんたくさんありますが、こちらが撮影できる HDB といえばメジャーなスポットです。公共住宅なので誰でも観光客の方でも入って写真を撮ることはできます。でも人は住んでいるので配慮しましょうっていうことです。撮るのに2ヶ月ぐらいかかった気がするなかなか全部回れなくてね、なんだかんだ時間かかっちゃったんだけど、楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ皆さんもご参考にしてみてください最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。